旋回しながら打てています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はホバーカーを作ってみようと思います。古代のコアをうまく利用していい感じに進めるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは分厚いゴムの板をこんな感じで組み合わせて箱状のものを作ったら、その中に古代のコアを召喚しましょう。せっかくなので今までは使っていなかった第2形態にしました。こちらは危険な自爆ドローンを勝手に生み出しますが、ゴムの板で囲めばドローンが出てこないようにできるんじゃないでしょうか。厚さ1センチのゴムで覆い尽くすと、おっと、自爆ドローンが出てきました。薄すぎてダメみたいです。だったら分厚いマス材で塞いでみると、これなら大丈夫そうです。でも、ちょっと分厚すぎるので、マス材の厚みを変更して、ギリギリドローンが出てこないくらい薄くしていきましょう。いろいろ試しましたが、結局厚さを8センチ確保しておけば、ドローンが召喚されないことが分かりました。試しにこちらの固定を解除してみると、多少重くなっているはずですが、問題なく飛んでいきます。でも、私がぶら下がると、浮力不足で地面についてしまいます。そこで、接着するとほぼ同時に設計図に登録して、もう一つ同じものを複製したら、ゴムの棒でつなげましょう。これで浮力が倍になるはずです。早速固定を解除して、ぶら下がってみると、ちゃんと浮かんでくれました。これだけでも移動手段として使えそうですが、今回はホバーカーなので、さらに増やしましょう。もう一度設計図機能で複製することで、全部で4つの古代のコアをつなぎます。ここでせっかくなので、ベアリングを使ったリンク機構を組み込んでいきます。しかしその時、あれ、自爆ドローンがいきなり召喚されて爆発してしまいました。こういうこともあるんですね。こうならないように気をつけながらもう一度組み込んで、前後の古代のコアがつながったリンク機構と、それを動かせるハンドル、その後ろに私が乗れる操縦席を追加しました。あとは余計な部分を外していけば、操縦席に乗ったまま、2つのレバーを前後させると、それに連動して古代のコアが傾くようになりました。仕組みはこれで良さそうなので、早速固定を解除すると、浮かび上がってくれました。でも、思うように操縦できず、勝手に壊れてしまいます。多分、古代のコアに角度がつきすぎているのが問題だと思ったので、操縦用のレバーの根元にベアリングを追加して、センター位置に緩く押さえつけるまでの構造を作りました。この状態で試してみると、ちょっと不安定ですが、ちゃんとレバーを持っていれば、4つの古代のコアの角度を変えて操縦することができています。そのまま進んで海の上に行きましたが、若干重心が後ろに寄っているせいか、あまり前に進めなくなっています。まだ改良が必要ですね。レバーの位置を少し前にずらして、それに合わせて操縦席の位置が真ん中に来るように調整していきます。これならどうでしょうか。もう一度乗ってみると、さっきより安定して動かせている気がします。そのまま海に行ってもちゃんと進んでいけています。でも、水深が深い場所に行くと、まともに動かなくなってしまいました。ここの特徴は、ホバーバイクと同じですね。せっかくなので、レーザー銃を追加して攻撃できるようにしましょう。操縦席の下にレーザー本体を
右のレバーにバッテリーとトリガースイッチをつけました。試しに発射すると、ちゃんと発射できています。早速固定を解除して、動きながら撃ってみましょう。レーザーの追加で重心が変わっているはずですが、特に問題なく移動することができました。ここで右トリガーを引くと、旋回しながら撃てています。でも、操作を間違うと、勢いよく木にぶつかって壊れてしまいました。衝撃には弱いです。でも、水には強いので、水辺に生息するスライムを狙って、レーザーを撃つと、よし！ダメージを与えて倒しました。今度はカメラの位置を固定して、旋回性能を見てみましょう。左右のレバーをそれぞれ別方向に倒すことで、左右の古代のコアの角度が逆向きになって、クイックに方向を変えることができます。そのおかげで、かなり旋回性能はいいですが、横滑りも激しいですし、それなりに車体も大きいので、木にぶつかって壊れる確率は高いです。レバーをなるだけ垂直にして動きを止めれば、レーザーで狙いやすくなるので、木を破壊するのも簡単です。高度が不安定で、地面に擦ったりするのは弱点ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。後ろのゴムの板を外して空中に浮かんだら、左右のレバーを持って押したり引いたりすることで、古代のコアの角度を変えてコントロールすることができます。そして最高速度の方は結構長い間加速しても秒速 8.8 メートルくらいとそこまで速くありません。そしてレーザーサイトで狙いをつけながら右トリガーを引くことでレーザーを発射できます。具体的には効かないですが、その辺に生えている小さな木くらいなら簡単に倒すことができます。でも、深い海の上では止まってしまうので、注意しましょう。そこから私が飛び降りれば、古代のコアのパワーで勝手に移動して、どこかに行ってしまいました。それでは最後は、ホバーカーに乗って、行けるところまで行ってみましょう。上からの視点にして、ゆっくり進んでいっていますが、どうやらこの場所の高度が高いせいか、古代のコアが地面に擦って、まともに進んでくれません。かなり地形に左右される乗り物ですね。途中でスライムにまとわりつかれながら、なんとか進んでいきましたが、そこまで長距離移動していないのに、おっと、木にぶつかって壊れてしまいました。ここでドライブは終了ですね。それでは、ずるずるゆっくり移動して疲れたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、おばあかあさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆